スーパーの店先でホームレス男性をめった刺しにした男。もしその行動が2歳の娘を守るためだったとしたら、あなたは彼を許せますか？ 2023 年11月3日、ブラジルサンタカタリーナ州ブルメナウ。夕方6時頃、とあるスーパーの周辺は騒然とした空気に包まれていました。路上には全身血まみれになり、首に包丁が刺さったまま息絶えているホームレス男性の姿が。すぐそばでは返り血を浴びた男が2歳の娘に寄り添っていました。ホームレスがベビーカーを蹴り包丁で襲ってきたためにそれを奪って必死に反撃した。幼い娘に脅威が迫り、やむを得なかったとも思えるその状況に、世間には加害者を擁護する声も少なからずあったのです。しかしこの男、本当は幼い娘を守るためホームレスをめった刺しにした男。娘の目の前で人目を気にせずに凶器を振るった理由とは？あなたはこの事件の目撃者のどちらが悪かを見抜けるでしょうか？おさすけんちゃんです。いや、みやみこです。というわけでね、やみこさん、ちょっと最近シュメルでテリーヌをね入れようとしてるんで、ひたすら抹茶のテリーヌをね研究してね、いろんなの食べてるんですけど、美味しいテリーヌと美味しくないテリーヌってさ、やみこさん的にはどう思います？いや、私ちょっとテリーヌの経験値少ないから分かんないの。我々マカロンの経験値だけ突出してるんだけどそうそう。これいろいろ食べ比べてね思うんですけど、テリーヌって柔らかければ柔らかいほどさ風味が出やすいんですよ。はいはい。まあ要するに温度が高ければ高いほどさ抹茶の香りが立つ。ただなんか柔らかすぎても気持ち悪いじゃん。そうね。そうそう。だから結構この温度管理みたいなさ、これ我々昔マカロン出してたじゃないですか。マカロンなんてのさめちゃくちゃ難かったじゃん。難しいよね。ね、めっちゃ作ってさ、いろいろ食べてさ、結局ピエール・エルメがヒットぐらいのうまさで、結局やめちゃったんですけど、我々のマカロンもう正直めっちゃうまかったじゃん。なんか俺本当にあのせいで他のマカロン食べるとマジで美味しくないのよ。ああ、ハードルが上がっちゃったわけね。ハードル上がんのよ。じゃあ今絶賛テリーヌのハードルも上がってるわけ。そうそうそう。だからなんかのデザート作るときに他店さんとかね、そのいろんなブランドのをめっちゃ食べ比べて、経験値上げるってマジで大事なんだ。大事ね。なのでね、ちょっと皆さんの中でも美味しいテリーヌのお店ここだよとか、こういうテリーヌが美味しいんじゃねえかっていうねのがあればね、ぜひね参考にさせていただきたいのでコメント欄でねいただければと思います。今回はブラジルで発生した殺人事件をご紹介します。犯人は2歳の娘や大勢の人が見ている中でホームレスの男性をめった刺しにしてしまうんです。なんかそうやってホームレスの男性にね、いい気になって暴行を加える事件ってよくあるけどさ、2歳の娘を連れてる状態でしょ。何の考えもない父親じゃない。こいつどんなやつなのよ一体。犯人からするとホームレスを襲ったのは正当防衛だって言ってるんですよ。動画をねご覧の皆さんもその主張に対してどう考えたかっていうのをね、ぜひねコメント欄で教えていただければと思います。事件の日、普段は穏やかなその男の行動に多くの人が目を疑ったんです。白昼の惨劇。2023年11月3日、ブラジルサンタカタリーナ州ブルメナウ。アントニオ・ダ・ベイガ通りに立つジアッシスーパーマーケットの入り口付近にけたたましい悲鳴が響き渡りました。スーパーの店先にいたホームレス男性を脇目も振らずめった刺しにする男。ホームレス男性はとっさに店内へ逃げ込もうとしましたが、男は執拗に追跡し攻撃を続けたのです。数メートル離れた場所にはまだ2歳の小さな少女が。ホームレス男性が動かなくなると包丁を振るっていた男は立ち上がり、その少女の方へ。そう、男はあろうことか大勢の人が見ていることも気にせず自分の娘の目の前で殺人を犯したのです。現場が騒然とする中、騒ぎを聞いて駆けつけた妻。すると男は言いました。この子を守らなければと思いやってしまった。力なくそう話すその男の名はグレイドソン・チアゴ・ダ・クルス。もともと織物職人だった彼は当時失業保険に頼りながら生活していました。妻は妊娠6ヶ月で高血圧系と血糖異常の妊娠合併症を併発している状態。グレイドソンが仕事を辞めたのも妻の体調が優れない中、彼女と2歳の娘を支えるためだったと考えられます。近隣住民からも穏やかな父親として知られていた彼の突然の凶行に多くの人が目を疑ったのです。警察と救急が到着した時点で被害者のホームレス男性はすでに死亡していました。彼の名はジオバニ・フェレイラ・ダ・シウバ・デ・オリベイラ。スーパーの店先でお菓子を売っている物売りでした。頭部や胸、背中などに19箇所もの刺し傷を負っていたジオバニ。凶器の刃渡り17センチの包丁は首に深く刺さって抜けないほどの状態に、刃先が骨に食い込むほどの力で突き刺されたそれが被害者に対する明確な殺意を物語っていたのです。この子を守らなければと思いやってしまった。犯人のグレイドソンはそう語りますが、彼とホームレスのジオバニの間に一体何があったというのでしょうか。グレイドさんは普段穏やかな人だったわけでしょ、そんな人がさ、我を忘れちゃうくらいだから、被害者は娘に相当ひどいことしたんじゃないの？まあほんとそうかもしれないです。
ただまずはね、グレードソンの主張を見ていきたいと思います。皆さんの中にもね、犯行はやむを得なかったと感じる方もいるかもしれません。軽蔑と脅威。グレイドソンはおとなしく現行犯逮捕されましたが、取り調べでは一貫して黙秘を貫きました。検察は些細な動機と被害者の防御を不可能にした手段の二重加重殺人で彼を起訴。2024年6月26日、グレイドソンは陪審員裁判で犯行動機を問われ、再度娘を守るためだったと語ったのです。そして彼は事件当日何があったかを供述し始めますが、2023年11月3日、ジアッシスーパーマーケットの入り口付近で2人の男が言い争いをしていた。いらないと言ってるだろ。ホームレス男性のジオバニを睨みつけ声を上げるグレイドソン。ジオバニは娘を連れていたグレイドソンにお菓子を売ろうと、もう50メートルもの距離をついてきていたのだ。まあそう言わずに、ほら美味しいよ。そう言うとジオバニはピーナッツ菓子を包みから取り出し、グレイドソンの娘の口元へ持っていく。そしてここでジオバニは思わず身の毛もよだつような一言を言い放った。本当に可愛い子だな。食べちゃいたいくらいだ。やだ。ジオバニのその言葉に娘は父親のグレイドソンに抱きつき、今にも泣き出しそうになっていた。いい加減にしろ。娘の怖がる姿に声を荒げるグレイドソン。すると怒鳴りつけられたジオバニの顔からは笑顔が消え、同時に彼はスマホを取り出した。おい、何撮ってやがんだ。グレイドソンが怒声を上げると、ホームレスのジオバニは言った。娘の顔撮ったからな。俺お前の家も嫁さんの職場も知ってんだ。お前ら一家を終わらせてやるからな。吐き捨てるようにそう言うと、ジオバニはグレイドソンが押していたベビーカーを思いっきり蹴った。グレイドソンの弁護人はそこからホームレス男性のジオバニが包丁を持ち出し親子を脅したと主張。グレイドソンは揉み合いの中で包丁を奪い取り、娘を守りたい一心で無我夢中でジオバニを刺したというのです。家族殺してやるとか言って包丁までちらつかせてんでしょ、ちょっとこれ被害者にも非があるんじゃないの、実はね、グレードソンの他にもジオバニに嫌な思いをさせられたっていう人は複数人いるんで、グレードソンの主張は一見で正しいようにも思えるんです。被害者のジオバニには違法薬物やアルコールの依存症があったほか、窃盗や脅迫などの逮捕歴もありました。その経歴を思えばグレイドソンの供述通り親子を脅迫したとしても不思議ではないと思えます。また法廷には約半年前にジオバニにナイフで脅されたと話す女性が証人として出廷。その他弁護人は過去に脅された人や荷物を壊された人など、ジオバニの悪質性を示す多数の垂れ込みを集めていました。これらの証拠からジオバニを脅威に感じたグレイドソンの犯行は正当防衛、または被害者の挑発によって引き起こされた側面があるとして減刑を求めたのです。事件は SNS でも動画とともに拡散され、ブルメナウではホームレスへの恐怖と嫌悪の声が広がっていきました。それはこの街で元来ホームレスによる強引な物売りや窃盗などが問題となっており、彼らがそもそも市民から嫌われている背景もあってのことでした。世間がこれだけこの事件に反応したっていうのは、人々のね、心の奥底にホームレスイコール危険な存在だってね、みなす心理があったからと言われてるんです。というわけで本日のメトラキーワード、ステレオタイプ内容モデルで見るホームレス像について。2002年にアメリカの研究チームが提唱したステレオタイプ内容モデルという研究では、ホームレスは心理学的に軽蔑と結びつきやすいとされています。この理論を支える複数研究では、参加者にホームレスや富裕層、高齢者などの社会集団をそれぞれ温かさ、能力の2つの尺度で評価させました。結果、被験者の多くはホームレスに対し温かさも能力も低いという評価を下しやすいとされたのです。また多くの人は相手が好意的か脅威になりそうかを温かさで見ているとされ、そのためホームレスには否定的な感情を抱きやすいとされます。ちなみに同じく能力が低いとみなされやすい高齢者、障害者については温かさは高いと見る人が多数。ホームレスが脅威と見られる一方、彼らは脅威ではなく守るべき存在として見られやすかったのです。今回の事件ではホームレスの脅威から娘を守ろうとした父親という構図から加害者に少なからず同情する人がいました。それは単に犯行時の状況からだけでなく、ホームレスを無意識に危険かもしれないとみなす人間心理もあってのことと考えられるのです。そしてね、ここでホームレスへの偏見があったという話を持ち出したことにも意味があるんです。ホームレスの脅威から娘を守ろうとしたグレードソンなんですが、実はね、彼の供述と監視カメラ映像には明確なね、食い違いがあったんです。ごまかせない真実。時は事件当日まで遡り、2023年11月3日の夕方5時半頃、ジアッシスーパーマーケット前の防犯カメラはグレイドソンとジオバニの口論の様子を捉えていた。いい加減にしろ。
グレイドソンはベビーカーの金属製のハンドルを引き抜き、しつこくお菓子を売りつけようとするジオバニの頭を殴打。ジオバニは痛みに顔をしかめながら慌てて彼のそばを離れた。見てくれよこれ、菓子を売ろうとしたらぶん殴られた。ナイフを買って仕返ししてやろうか。近くにいた別の者に頭のコブを見せながらそうこぼしていたジオバニ。そう、それは本気でグレイドソンを襲う気があるというよりは単なる愚痴に過ぎなかった。一方でその愚痴を耳にしたグレイドソンは怒りに震えながらその場を去っていった。グレイドソンはジオバニが包丁で脅してきたって言ってたじゃない。でもこの話だと全然脅してはなくない？実はね、防犯カメラ映像の内容をね、見る限り、ジオバニが包丁を持ち出したっていうのは全く映ってないんです。このね、事実が意味するところとは、金属製のハンドルでジオバニを殴打した後、グレイドソンは一度自宅へ戻り、10分ほどしてまた娘を連れて家を出ました。その際、マンションの防犯カメラは確かに捉えていたのです。グレイドソンの買い物カートのポケットに包丁が入っているのを。ホームレスのジオバニに包丁で脅され、娘を守るためにそれを奪って反撃した。弁護人は確かにそう主張しましたが、凶器の包丁は紛れもなくグレイドソンが自宅から持ってきたものでした。この防犯カメラ映像によって正当防衛の主張は一気に怪しくなるのです。また娘を守ろうとしたという割に、一度ジオバニのそばを離れてから再度娘を連れて彼の元へ戻ったグレイドソンの行動には明らかな矛盾があります。何より彼は現場へ戻った後、スーパーの店先でしゃがみ込んでいたジオバニの背後から不意打ちで包丁を振り下ろしたのです。突然の出来事にパニックに陥り、必死に逃走を試みるジオバニ。彼が何の前触れもなく後ろから刺し殺されてしまった事実を前に、グレイドソンの正当防衛など成り立つはずもなかったのです。このほかジオバニが娘の顔を撮影した、ベビーカーを蹴った、家族を終わらせると脅したなどという話は全てグレイドソン側の供述。それらが事実だという裏付けはありません。ジオバニが仕返ししてやると周囲に愚痴を言っていたところは目撃されていますが、それも本人に対する直接の脅迫と断定できるようなものではなかったのです。2024年6月26日、審理は検察と弁護人の激しい攻防を経て約10時間に及びました。その結果、最終的にグレイドソンの正当防衛は認められないと判断され、彼は懲役14年の判決を下されたのです。被害者に落ち度がない可能性が高いってことは分かったんだけどさ、なんでグレイドソンはそこまで激怒したのよ。そこだけ腑に落ちないのよね。奥さんが大変な状態かつ子供がね、小さくてね、精神的な余裕がなかったこと、その上でホームレスを無意識に見下していたこと、いろんな感情が積み重なったのかもしれません。ホームレスであることや薬物依存症、逮捕歴などから被害者であるにもかかわらず偏見の目にさらされたジオバニ。確かに彼は堕落した人生を送っていたかもしれません。しかしその実、ジオバニは温かい人柄で知られ、ホームレス生活の中でも週に一度は両親に会いに行っていたといいます。裁判では彼の両親や7人の兄弟も傍聴席に座り、グレイドソンの弁護人の主張に強い怒りを示したという話も。このほかジオバニは地域の支援機関と合計119回も接触していたといい、薬物依存で落ちぶれた状態から社会復帰を模索していたようにも感じられるのです。一方のグレイドソンは普段は穏やかな男性でしたが、当時は体調の優れない妻と幼い娘を支えており、大きな負担を背負っていました。ジオバニの態度が無礼だったのではなく、娘を連れていて手が塞がっている時に見下している相手に話しかけられ、苛立ってしまった可能性は大いにあります。ホームレスへの偏見を利用し正当防衛を主張したグレイドソンに対し、検察は次のように断じました。被害者の社会的立場を理由に命の価値を軽く見るなど決してあってはなりません。誰が生き誰が死ぬかを決める権利は誰にもないんです。2025年のサンタカタリーナ連邦大学の修士論文では、この事件を引用し、ホームレスが脅威と認識され、その排除が安全につながるかのように語られる社会の問題を指摘。ホームレスに対するネガティブな偏見に報道や世論が流され、少なからず加害者擁護につながったことを示唆しました。皆さんはこの事件を見て、グレイドソンの家族を守ったという言葉に少しでも納得できたでしょうか。それとも最初から何かおかしいと感じていたでしょうか。肩書きや境遇によって無意識のうちに守るべき人とそうでない人を分けてしまってはいませんか。